はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。ボンジュールですね。ボンジュール。ムカつくはい。フランスに来て2週間ぐらい経ったので、今日は私がフランスに来て気づいたことをちょっとシェアしたいと思います。なんかここのフランス面白いみたいな。このフランス人の性格面白いみたいな部分。はい。まず一つ目はですね、フランスはね、やっぱ美食の国と言われるほど、やっぱ食べ物が有名じゃないですか。ね。ほんとその通りで、ご飯がまずうまくて、フランスの方々は、その食事の時間とか、その食べ物を大切にするイメージがすごく、なんか食べることをすごく、その大切にしているイメージがあります。はい。で、食へのこだわりが強い。で、美味しいものをなんか追い求めるなんか姿勢がありますよね。はい。フランスには。そう。なんか、そう、私は、フランスに着いて最初の3日間ぐらい、友達の実家に泊まってたんですよ。ちょっとお世話になってて。だから、そこで、手料理とか、そのお母さんが作ってくれた手料理とかを、ごちそうになったんですけど、そのお母さん料理がめちゃくちゃうまいっていうのもあるんですけど、食材がやっぱ美味しくて、だから肉とか魚とかも基本的になんか日本より美味しく感じましたね。うん。あとはやっぱチーズとかブレッド、バケット系パンとか、パスタとかやっぱ米以外はやっぱうまいなって思いましたね。うん。で、フランスでは夜ご飯かな、夜ご飯の前に食べるアペロっていう時間があって、食事の前の食事みたいな軽食を食べる時間があるみたいなんですよ。で、そこで、お酒飲む人はお酒飲んだりとか、チーズちょっと食べたりとか、軽いほんと軽食ですね。あとは、なんかソーセージを乾燥させたソシソン、ソ、ソ、ソシソン、ソシソン。名前合ってる。ソシソンっていうのを食べたりとかして、なんか、そう、その夕ご飯の前に食事をするんですよ。私的にこれ結構びっくりで、お腹いっぱいになんないと思って。この前に食事したら私お腹いっぱいになっちゃって、私がチーズいっぱい食べちゃったからっていうのが原因だと思うんだけど、なんか、6時ぐらいにそのアペロの時間があって、で、食事を食べるのが8時とか9時とかなのね、夕ご飯。結構遅いんだけど、そっから夕ご飯をがっつり食べるのよ。すごいなと思って。そう。で、寝るの12時とか11時とかじゃん。で、食べて結構すぐ寝るんだよね。それもすごいなと思って。私食べてすぐ寝れないからさ、フランスの皆さんどういう体のメカニズムフランス人の皆さんはどう思ってんだろうこのシステム。ね。それでみんな同じことしてるのかな、そのアペロっていう。ね。本当になんか食事の時間が大切なんだなって本当に感じた。で、ティータイムとかもあるのよ。そう、3時ぐらいに。だから朝、昼、ティータイム、そのアペロ、夜ご飯。だから5回ぐらい食べる時間があるのね、1日で。すごいよね。そう。で、プラスでもう一個びっくりしたのが、その、それなのに、太ってる人を全然見ないのね。フランスで。今私、ナントという町にいて、小さい町ですごい限定的な地域に今いるから気づいてないだけかもしんないんだけど、なんか日本より太ってる人が少ないと感じる。うん。みんななんか逆に痩せてる。そんなに食べてんのになんでって思うんだけど、運動してんのかな。そう。で、あとフランスでは、パンとかパスタとかもあるんだけど、乳製品がすごく多いなって感じました。はい。チーズ、バター、あとヨーグルトとか、なんか、乳製品がすごく多くて、そして美味しい。はい。美味しい。私ほんと太っちゃうよって。
こんな食べてたら、多分普通みんなこんな食べないのかな。私が観光できてるからさ、外国人だからさ、なんかそういうチーズとかさ、ヨーグルトとかバカ食べてるのがいけないんだろうね。まあそりゃみんなそうだよね。普通にここに住んでる人はみんなバランスのいい食事をするよね。そっか、私がいけないのかな。うん。でも美味しいからさ、食べちゃうな、みたいな。うん、チーズ、バター、ヨーグルト、すごく美味しい。そう。で、あとですね、もう一個その食事というか食べ物系に関することで、カフェ。カフェ文化もやっぱ、フランスだけじゃなくてヨーロッパってやっぱカフェ文化が強いイメージがあるんだけど、こっちで飲むのって大体エスプレッソなんだよね。だからカフェに行っても基本的になんかエスプレッソがメインっていうか主流な感じ。うん。でも私エスプレッソ飲めなくてカフェラテをいつも飲んでるからちょっと困りますね。うん。日本だとあんまりエスプレッソ飲む人ほとんどいないんですよ。本当に。日本で飲むのはだいたいドリップコーヒーとか、まあラテが主流ですね。まああとアイスコーヒーとかがあったりとか。でもこっちは基本的にエスプレッソ。はい。で、もちろんラテとかもあるんだけど、カフェによってはあるんだけど、その、私の家の近くのカフェは美味しくなかった、そのラテが。本当に美味しくなかった、正直に言って。多分エスプレッソはうまいんだけど、ミルクが普通すぎて多分あんまり美味しくなかったんだと思う。うん、もっとね、他のレストランとかカフェに行ったら違うかもしれないんですけど、ラテだったら日本の方がうまいなって思いました。で、私のその友達も、その、ラテとかだったら日本の方がうまいって言ってました。その友達もエスプレッソいつも飲まずに、ラテとか甘いドリンクが好きなのでいつも注文するらしいんだけど、そのフランスではあまりないからちょっと困るみたいなことを言ってたのを、はい、思い出して、ただ、カフェとかに置いてある、まあ、スイーツ系、ケーキとかはフランスの方が何倍もうまいって。日本のカフェスイーツは全然美味しくないって、すごい毎回言ってたのを思い出して、ああ、じゃあなんか食べてみようかな、みたいな感じで、ブラウニーをね、注文して食べたんですよ。そう。まあ、ブラウニーってまあ、大体美味しいじゃんね、と思って食べたの、パクって。めちゃめちゃうまいね。全然違かった。日本のカフェに置いてあるブラウニーにこんなに感動したことないもんな。すんごい美味しかった。なんか、バターが違うのかな。うん。なんかすごくしっとりしてて、で、甘さもなんか人工的な甘さじゃないんだよね。その砂糖をいっぱい使った甘さじゃなくて、多分、なんかバターとかチョコレートとかいろんな甘みですごく甘いみたいな。そう。本当に感動した。これがフランスかみたいな。はい。だからカフェに美味しいラテがないのは残念なんだけど、スイーツ系はうまい。はい。まあね、もっといろんなカフェに行ったらきっと美味しいラテに巡り合えると思うので、もうちょっとチャレンジしてみます。はい。そう。そんな感じかな。あとね、これはね、シェアハウスの時から、シェアハウスのフランス人の友達を見て、まず思って、このフランスに来てもう一度思ったんだけど、フランス人って、スポンジすごい使うねっていう。なんか、食器洗う用のさ、なんかスポンジあるじゃん。あれ結構どこにでも使うのね。なんか、テーブルとかもそのスポンジで拭いたり、結構なんかちょっと汚れてたらそのスポンジで結構拭いたりするの。めっちゃスポンジ使うじゃんみたいな。ね。っていうイメージ。はい。スポンジめっちゃ好きだなみたいな。フランス人。はい。どうでしょうこれ、今日のこの私の話を聞いて、実際にフランスの方々、そしてフランスに住んでる方々、どう思いますかね。まあ、あとなんだろうね。まあ、あとね、日曜日はね、これは宗教上の問題とかいろんな問題があると思うんだけど、日曜日、店開いてなさすぎ。はい。で、日曜日の次の月曜日も休む人が多いっぽくて、日月と休みが、店が開いてなくて困る。それはあります。
だけど土曜日と日曜日はそのバスとかトラムとか電車とか無料。それはすごい。それはありがたい。無料なのはありがたいんだけど、日曜日店やってなさすぎ。だからバスに乗ってもどこにも行けないっていう。はい。それはちょっと日本が恋しくなるのはやっぱ週末はね、やっぱいろんなところが空いている日本の生活はちょっとなんか恋しいかなって思います。はい。そんな感じかな。まあなんかフランスあるあるとかフランス人あるある、もし皆さん何かあればぜひ私のコメントに書いて教えてください。はい。私はまだまだ2週間しか滞在してないので、もっとなんかこう気づくことがこれからあると思うので、また改めてねシェアしていきたいと思いますので、はい、今日は、私のフランスに来て気づいたフランスの面白いことについてでした。はい、今日話した話またトランスクリプト作りますので、私の、ウェブサイトをチェックしてみてください。そして X と YouTube、Instagram、こちらのフォローもお願いいたします。あと Apple Podcast とか Spotify でもこのポッドキャスト聞くことができますので、なんか通勤中とかなんか散歩中とか聞きたい方、ぜひSpotify、Apple Podcast とかご利用ください。はい。あと私と私の他の先生たちとやっているグループ会話クラス、サニーサイドジャパニーズの新しいメンバーも募集しております。新しくですね、有料メンバー限定で無料のシャドーイングコンテンツと、ディスコードコミュニティができましたので、さらにね学習に役立つコンテンツが増えておりますので、はい、会話クラスだけではなく、なので皆さんぜひフリートライアルもありますのでチェックしてみてください。本当にね、今サニーサイドに参加してくれる方々もめっちゃみんな面白くていい人たちで、本当になんか1時間あっという間にお話しして終わっちゃってる感じ私先生なのに皆さんいつもありがとうございます。はい。あとはあとペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。はい。ペイトリオンではまた別のおやすみポッドキャストっていう別のポッドキャストをフルで聞けたりとか、はい、しますので、ぜひチェックしてみてください。はい、まあ、あっという間に2週間経ってしまってね、本当になんか早いね。なんか最近天気が悪くて、実はねこの2週間全然観光とかできてないの。全然外に出れてなくて、結構天気悪い。なんか来週から晴れるみたいなので、来週からもっと活動的にねフランスを探検していきたいと思います。はい。ということで皆さん5月になりましたので、5月も頑張っていきましょう。はい。それではまた次回。さようなら。